明日、スピリットアート、絵画にご神霊が宿る瞬間。こんにちは。今回は10センチメートル四方のキャンバスに描いたアート作品に、スピリット、いわゆる神霊的なエネルギーが宿る瞬間の様子をご紹介したいと思います。ちょっと何言ってるのかわからないですよね。伝わる人にしか伝わらない動画だと思うのですが、知的好奇心を促すエンターテイメントの一環としてご覧いただければ幸いです。それでは参りましょう。こちらが縦横10センチメートルの正方形のキャンバスです。ビニールを開封するとこんな感じ。このキャンバスにアクリル絵の具でペイントしていきます。お絵描きの制作途中のイメージです。キャンバスを回転させて角の部分を頂点に見立てております。はい、出来上がりました。後から微調整を加えることもありますが、今回は一旦ここでストップ。これから自分自身とエネルギー的につながったアート作品にお祈りしてご神霊に宿っていただきます。ちなみに作品を描いてる最中はぼんやりと頭の中に浮かんできた図形をキャンバスに描いていく感じで、描いてる最中は具体的にどんなことを描こうとか、特定の神様をイメージして描いてみようとか、あまり事細かく考えてるわけではありません。キャンバスと向かい合ってお祈りしてる中で、次第にぼんやりとひらめいてくるイメージを、色と形を見極めながら、キャンバスに移していくような形です。さて、そうして出来上がったアート作品に、ご神霊を下ろしている様子をビデオ撮影しましたので、ご覧ください。手でスマホを持ちながら撮影してて、ちょっと映像がブレブレになってしまってるので、見づらくてごめんなさいです。はい。今、キャンバスに描かれたイメージに対応したご神霊に向けて、作品に宿っていただけるように、お祈りを始めました。今、ご神霊が感応してアート作品に宿り始めました。エネルギーがすごい勢いで入っていっているの、わかりますでしょうか？はい、おおよそ宿り終わりました。ご神霊がアート作品に宿りました。祈りを聞き届けていただいて誠にありがとうございます。波動やオーラ、エネルギーといったものがいまいちわからない人にとってみたら、ちょっとネジの飛んだ頭のおかしい人ですよね。大丈夫です。その自覚はあります。わからない人は一種のエンターテイメントとしてご覧ください。さて、ご神霊が宿る前とご神霊が宿った後でアート作品を見比べてみましょう。こちらがビフォー。こちらがアフター。ご神霊が宿る前、ご神霊が宿った後、2つ同時に見比べてみましょう。いかがでしょうか？なんとなく右側のアフターの写真の方が絵にオーラが宿ってるように、迫力があるように感じないでしょうか？エネルギーを見る際のポイントとしては、あなたの眉間、額の第三の目を意識して両目はうっすらと当てて半眼にしながらぼんやり見ると分かりやすいです。あなたの脳の中心、消化体を活性化させて額を中心にしてエネルギーを感じ取るようにしてみてください。これは行の訓練にもなりますので、ぜひ定期的にぼんやりと眺めてあなたのサードアイ、霊眼を鍛えてみてください。行というのは漫画ハンターハンターに出てくる念能力の一つで、瞳からオーラを感じ取れる力のことです。ちなみに絵を描いてる最中にはどのご神霊が宿りそうだとか事前にわかることはほとんどありません。今回もアートにエネルギーが宿ってから、はて降臨したのはどの神様だろうとしばらく謎でした。小1時間ほど絵と向き合いながらリーディングして後から分かってくる感じです。スピリチュアルに目覚めてる人やリーディングできる人、行が身についた人はぜひコメント欄に鑑定の結果をお知らせください。参考までに
私自身がリーディングしてみたところでは、出口鬼三郎という方が記した霊界物語に出てくるちょっと特殊なお名前の神様が降臨されてると感じました。さてさて、ここまで絵画にご神霊が宿る瞬間の模様についてお伝えしてみました。いかがだったでしょうか？引き続きちょっとぶっ飛んだようなアートと心霊世界をテーマにした動画を共有していこうと画策していますので、ふんふん、そうだそうだ、確かにそう感じるという人も、いやマジで何言ってるかわかんねえ、頭大丈夫かよと思われた人も、ぜひ生温かい目で見守っていただけたら幸いです。エンタメとして面白いな、もうちょっといろいろと見てみたいな、そう思っていただけた人は、いいねやチャンネル登録、コメントなどいただけるととても励みになります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。